7月、北海道へやってきました。愛知から新千歳まで約1時間40分、あっという間に到着です。エアポートライナーのチケットを購入。久しぶりの北海道でワクワクしています。少し時間があったのでモーニング。初めての宮古シアコーヒーです。レトロで落ち着いた雰囲気。トーストセットを注文しました。いただきます。この時食べ方が雑だったのはとっても急いでいたからです。時間配分を間違えました。エアポートライナーに飛び乗って小樽駅へやってきました。今回は小樽に立ち寄らず、その先の余市へ向かいます。念願の日課ウイスキー余市蒸留所です。余市駅から歩いて約10分くらいです。予約が必要なツアーは満席。予約不要の日課ミュージアムへ行くことにしました。入場無料です。NHK の朝ドラマッサンを見ていたので、ドラマの情景が浮かび感動しました。有料のテイスティングバーに立ち寄り、迷いに迷って日課モルト3種のセットを注文。違いを説明できるほどの味覚はないんですが、樽のような香りが強く、爽やかでさっぱりしていて、でも後味が残るような、それぞれ難しいですね。結局宮城郷が一番飲みやすく感じました。バーテンダーさんが優しくて、割り方を教えてくれたり、だんだん味や違いが分かりますよと言ってくれました。貴重なウイスキーを飲めて大満足。ラベンダーの良い香りにも癒されました。お腹が空いたのでリタズキッチンでランチにします。ローストチキンとライススープセットを注文。見るからに美味しそうです。セットはライスかパンから選べました。このレストランはリタと名前があるように、日課創業者竹鶴正隆氏の妻リタさんのレシピを参考にしているそうです。ローストチキンの味付けは甘めでした。すりおろした玉ねぎとリンゴでしょうか。甘めでもさっぱりしていて美味しい。黒胡椒も効いています。4分の1でもしっかりした量があって大満足です。スープもとっても美味しかったです。お土産にアップルワインチョコとリンゴジュースを購入しました。電車に乗るために余市駅へ戻ってきました。ホテル最寄りの倶知安駅に向かいます。これは一本逃したら大変なことになりそうな雰囲気。一応電車の時間はしっかり調べておきました。余市から倶知安駅までは920円でした。緑が多くなってきましたね。倶知安駅に到着。ロータリーで夫と待ち合わせをしています。羊蹄山には雲がかかっていますね。ホテル近くまで駅からバスで行く方法もあります。空港からバスも期間限定ですが出ているみたいです。寄り道しながらですが長かった。北海道はやっぱり大きいですね。今日お世話になる木ニセコです。車から荷物を預けて部屋まで運んでもらいました。アートなオブジェが目を引く外観。チェックインを済ましウェルカムドリンクをいただきました。
さっぱりとしたフレーバーウォーターでした。ギフトショップを覗いてみます。白樺エキス配合のシャンプー。木製のカップも素敵です。羊蹄山が描かれたクッキー缶、かわいいです。お部屋に到着。ルームツアーをしていきます。スタンダードなツインルームです。窓からスキー場のリフトが見えます。羊蹄山ビューのお部屋ではなく、眺望指定なしにしたんですが、緑が綺麗です。羊蹄山ビューのお部屋は晴れたらこんな感じでしょうか。その他キッチン付きのお部屋など長期滞在もできそうです。お部屋にはネスプレッソや緑茶などが用意されていました。大雪山のお水もあります。冷蔵庫に夜市で買ったチョコとジュースを入れておきました。ハンドソープはハーバルな良い香り。ドライヤー、固形石鹸、歯ブラシ、洗濯洗剤など一通り揃っていました。館内着はサムエタイプ。館内どこでも着て良いそうです。ちなみにお部屋は土足禁止。ラグが気持ちよかったです。お手洗いももちろんきれい。向かい側にシャワールームがありました。ランドリースペースにやってきました。各階に無料の洗濯機と乾燥機がありました。洗剤は部屋にあるものを使用。洗濯の間に夕食の買い出しへ行ってきました。夕食付きのプランもありますが、私たちはつけませんでした。ホテルから徒歩10分くらいの場所にセイコーマートがありました。周辺には京都のアラビカコーヒーやラーメンのアフリのお店もありました。大浴場はこんな感じの落ち着いた雰囲気。白樺由来ウッディな香りのアメニティ。サウナも木の香りが心地よかったです。ニセコアンヌプリ山のふもとから湧出した温泉は天然の保湿成分メタケイ酸が多く含まれているそうです。露天は自然の香りがして癒されました。ちなみに宿泊者は無料で貸し切り温泉を当日予約可能だそうです。札幌クラシックの夏限定ルピシアの羊蹄山麓ビール、宗谷の塩入りレモンサワーも購入。煮卵が大好きで毎回買ってしまいます。他にもいろいろ買って3000円くらいでした。ホテル1階にダイニングがあって予約すればコースディナーもいただけます。こんな感じのコース料理やアラカルトもあるみたいです。セコマ大好きな我らは部屋飲み。今度はコース料理も食べてみたいですね。翌朝の5時です。連休で混んでいてこの時間しか貸し切り風呂の予約ができなかったんです。入浴前に水分補給をしておきます。40分の時間制もみじという貸し切り風呂へ入ります。
ラベンダーのボディローションやスキンケア、ヘアトニックなども用意されていました。小さな日本庭園があり、和の雰囲気を感じるお風呂でした。朝一の温泉は目が覚めてよかったです。混みそうだったので早めの時間に朝食を食べに行きました。会場はこんな感じの雰囲気。晴れたら窓から羊蹄山が見えるはずです。地産地消にこだわった北海道産の料理がずらり。羊蹄山からの水で育った新鮮なお野菜。倶知安町の卵にお米は蘭越産の七つ星。ニセコ産のじゃがいもや玉ねぎ。自家製のパンやプリンなどすべてが美味しそうです。少しずつ食べると早くお腹いっぱいになってしまう気がするのは私だけでしょうか。でもニセコの高橋牧場のヨーグルトは飲みたい。エスプレッソと牛乳を合わせてカフェラテにしました。実はこの後高橋牧場に行く予定があるんですが、やっぱり飲んでしまいますよね。周りの方もほぼ全員飲んでいました。甘くて結構飲み応えがあります。ごちそうさまでした。ジュースまではたどり着けず無念。それではラベンダーと蝶々の爽やかな動画で今回の宿泊費をご紹介します。大人2名ツインルーム朝食付きで24,200円でした。噂によると冬の宿泊料金は数十万になるとか。夏はオフシーズンなのかもしれませんが、緑が豊かで自然を感じられてとても良かったです。温泉や食事だけでなく接客も素晴らしく、またゆっくり来たいなと思いました。せっかくなら羊蹄山の湧き水を飲んでみたいと思い、無料で汲める場所へやってきました。ポリタンクに大量に汲んでいる方がいて、飲食店か何かで使うのかなと思いました。きっと美味しいんでしょうね。あいにく天気が悪くて羊蹄山は見えなかったんですが、晴れたらこの姿見駅に山が映るみたいです。ニセコの高橋牧場にやってきました。朝食に出た飲むヨーグルトはこちらのものです。オープン前に着いたので少し散策します。カカオチョコレートのお店や工房などもあるようです。さすが牧場、とっても広い敷地です。これぞ北海道な牧歌的な景色。取ってくれと言わんばかりのひまわりと椅子が用意されていました。
山は見えなかったですが、綺麗なひまわり畑を見れたから良かったです。他にもいろいろな花が咲いていて癒されました。夏の北海道いいですね。他に野菜ビュッフェのレストランや石窯ピザのお店もあるそうです。ミルク工房がオープンしたので早速中へ入ります。朝たくさん食べたはずなんですが、さすがに乳製品取りすぎでしょうか。まあでもせっかくの北海道だしと言い訳しています。外の景色を眺めながらいただきます。シュークリームのクリームがとろっとろです。食べるの注意です。個人的にこのカスタードプリンがめっちゃ美味しかったです。程よい硬さと甘さと滑らかさ、また食べに行きたいくらいです。とろけるプリンよりカスタードプリン推しです。実はあまり思い入れのなかったニセコなんですが、また来たいと思うほど良かったです。とても広い軽井沢的な雰囲気も感じました。最後までご視聴ありがとうございました。